はい、皆さんこんにちは。いやーもう疲れました。前回の伐採から1週間ちょっと経ちました。景色がねもう全く変わりましたね。この1週間でね雨が降ったりね気温が高くなったりしたので、景色がね一気に変わりました。で前回残しておいた、ちょっと伐採困難な木ですね、危険木って言われるものですね、それをちょっと今日はね伐採していきたいと思います。早くやらないとねもう緑でもうジャングルになってしまうんで、ある程度はねもう木も伐採ね枯れ木伐採したし、下もね全部枯れ払いの方が終わりましたんで、そんな簡単にはね、繁殖しないと思うんですけども、早めにねやっていきます。で今ね全部上からね道具をね下ろしてきました。山の上からね、はい、めちゃくちゃ疲れました。今回このチルホール、準備しましたんで、チルホールあとロープとかね、スリング、関係準備しましたんで、これを使ってねやっていきたいと思います。でまず第一にやるのはこれ、前回下のね、元の方を切って今チューブラリになってます。テープ巻いてありますけどね、上がねこの太いつるこれでね押さえられてますんで、これはちょっとチェーンソーじゃなくてチルホールだけでね、引っ張ってつるごと切っていきたいと思います。途中で切れたらねもうしょうがないですんで、それはそれで、これがねチューブラリになっていること自体がね危ないですんで、これ早々にねちょっと下ろしていきたいと思います。でチルホールかけて、木でねちょっとアンカーを取って引っ張る作業でやっていきます。山桜がねようやく咲いてきました。今4月下旬です。で山桜がねずいぶん咲くの遅いなと思ったんですが、今山の方はねようやく咲き始めてます。で桜がねこの土地にもすごい日陰になってる。前回来た時より全然日陰です。はい、これも桜ですね。はい、桜あります。下から見るとねちょっと分かりにくいんですが、今ね満開終わったぐらいですかね、桜は。はい、ちょうどね土地の上の方から見ると花は見えるんですが、下からだとね、葉っぱが一緒にかぶってしまってなかなか見えないです。こうひょろーんとね長くなってます。山桜ってね葉っぱと花が一緒に咲くんでね、下からだとなかなか眺めがね良くないんですね。向こうの方もね結構ポンポンポンって咲いてますけど、こっからだとね花が見えるんですが、山桜っていうのはね真下から見るとね葉っぱが一緒に咲きますんで花が見えないです。はい、ということで、ちょっとこの今ねこのチューブラリになってる、はい、これ危ないんでね、こいつ伐採していきます。
はい、今ね、こんな感じです。めちゃくちゃ疲れた。チルホールがね、めちゃくちゃ重いんですよ。ツルがね、あんなに絡まってたらそれは重いんですよね。で、今ね、チルホール側のワイヤーの、残りの引き代がだいたい50センチぐらいです。それで、ツルが切れなければ、今やったね、作業は水の泡となってしまいますんで、残り50センチで、切れてくれればいいんですが、ちょっと難しい気もします。もうちょっとね、頑張ってやってみます。めちゃくちゃ疲れた。よいしょ。やっちゃいました。チルホールがね、もう全開巻いてしまいました。いやー、失敗。最悪。俺ね、ものすごい体力使うんですよ。チルホールもね、もう一回り大きいやつ借りてくればよかったかな。まあこれでもね、十分引ける強さなんですが、ものすごい力が必要なんです。で、今ね、チルホールの巻き代がなくなったので、もう一回ロープを解除しないといけないです。で、そうするとね、せっかく引っ張った木がもう一回戻りますんで、いやー、これはね、ちょっと計算ミスですね。もうちょっと奥側の木でね、引っ張りゃよかった。はい、ということで、なんかね、最後の、一押し二押しぐらいでね、結構ツルがね、バキバキってね、ちょっと動いたんですが、いやー、切れなかったんだね。はい、このツルね、ちょっと見にくいんだけど、これが効いてます。ということで、物は試しで、ちょっとチルホールの根元の方のツルをね、切ってみます。それでどうなるか。下の木が外れるか、ツルだけね、ビヨーンって戻るか。ちょっと試しにやってみます。ツルだけだったらね、別に処理しなくても、まあ手前のね、このツルみたいに、まあ別にかかりっぱなしでも問題ないんですけども、あまりね、体力使えないので、ちょっとね、根元の方でツルを切ってみます。はい、今ね、チルホール戻しました。はい。で、今ね、そこ、チューブラリーになってるんですが、このかかってる、つるがね、かかってる木がね、かなりね、こっちはね、ぐわーって引っ張られたんですね。引っ張られて、まあ、それに力が食われてしまうので、最終的にはね、あんまり引っ張りすぎると、この木が折れる可能性がありますよね、上で。そうするとね、元も子もないので、これ、皆さんならどうしますかね。今ね、ちょっと考えたんだけども、これはね、ちょっと、このままにしようかなと思います。で、後でちょっとね、本当に時間があるときにやってもいいかなと思うんですけど、本当ならね、もうちょっと上に、ワイヤーとかをかけて引っ張れば少ない力でね、かけれるんだけど、上がね、太いつるがもうこの木にね、めちゃくちゃもう絡まってますので、あそこの根元でね、取るのは不可能なんですよね。届かないしね。こんな高い木登れないしね。なのでね、ちょっと厳しいです。最悪やるとしたら、高枝切りのね、ノコギリとか、持ってきて3メーター、4メーターのね、
ノコギリ持ってきて、まあそこら辺でね、バツッと切って、重たい部分だけをね、下ろしてあげるといった感じかな。今ちょっとね、それがないので、今回はちょっとこれ諦めます。ちょっとね、悔しいんだけど、これ諦めます。はい、重機あればね、一発ですね。ということで、時間がね、今もう4時40分。残り少ないのでね、次、あっちのメインのね、あれをちょっとやっていきたいと思います。機械を全部ね、あっちに移動して、セットして、そこからね、もう一回撮影します。はい、じゃあ次はね、これやっていきます。これね、ぶっといつるがね、絡んでるんですけど、その横にね、木があります。これがね、つる。これが木。で、これをね、切らない予定だったんだけど、ちょっとね、今よくよく緑が出てきて、周りを見渡すと、意外とね、まだちょっと、うっそうとしてますんで、これちょっと間伐しようかな。これを切ります。で、つるも一緒に切っちゃいます。で、どうなるか様子を見て、さっき見たくなると思うんですけども、まあちょっとね、上の方のつるがね、これも尋常じゃないんで、一回ちょっとね、切って様子を見たいと思います。上にね、かなりぶっといのが、これがね、こう、絡まってます。はい。じゃあちょっとね、切ってみます。
はい、今ね、倒して片付けました。結構ね、すっきりしました。こう、一気にね、開きました。いやー、つるがね、すごい。あそこでね、ボキッと折れてます、ここ。つるで引っ張られてね。これもね、さっきと同じ、引っ張るとね、多分あの枝がね、上まで、あのつるがね、この折れた枝の上までね、ずーっと行ってますんで、いやー、どうかな。次回かな、チルホールは。今日はね、ちょっと、時間がないのでね、ちょっとチルホール、これ引っ張りません。まあこれはね、つるなんで、このまんまにしてても支障ないので、あとはちょっと景観の問題でしょうかね。はい、じゃあ次ね、問題のこれ。これをね、ちょっと一回伐採します。で、これも伐採してね、チルホール使わないで一回伐採して、つるがね、このぶっといつるがね、上まで絡んでますんで、ちょっと動きを見て、チルホールをかけていきたいと思います。ひとまずね、これ、巻き添えになってる木、全部ね、一回切ります。これは残したいかな。
はい、それじゃあね、今枯れ木を倒しました。ちょっとね結構重い木だったんでねあれなんですが、もうね、斜め切りで落としました。あとこのつる、これはねもうつるだけなんで、これがね隣の木まで行ってこう来てるんですね。なのでこれは取りません。取れないですね。でこの木もまだ生きてますんで、まあつるがねあと枯れて落ちてくるの待つかな。ちょっとね倒すにはちょっともったいないんですが、これを倒さないと、このつるはねもう取れません。枝にねもうがっちり絡みついて挟み込んでますんでね。でこっちまで行ってるんで、この木だけ倒してもねあそこでつながってるんで、絶対倒れませんので、これはねこのままにしようかなと思います。ということで、今日はね枯れ木伐採の最終回ということで、3回目ですね。ようやく全て終わりました。今ね全貌がこんな感じです。はい、だいぶね、間引きましたんで、まあうっそうとした感じはね少しは少なくなったかな。で上のね自分の土地の方まで、上がってきてね、もう、ジャングルになるっていうことはね一応防げたかなと思います。はい、まあちょっとね不完全燃焼の部分もあるけど、まあこれはねあとつるはもうしょうがないということで、もう根元はね切りましたんでね、あと枯れるのをねちょっと気長に待ちたいかなと思います。はい、じゃあ今日はね、枯れ木伐採ということで、ひとまず、ここのエリアの開拓ね、まあ自分の土地じゃないからもうボランティアなんですけど、終わりにしたいと思います。最後にね、桜が散る前にねちょっとドローンで、ちょっとどんな風景なのかね、ちょっと撮ってみたいと思います。また次回以降もね、資材の片付け、あとゴミの処理とありますんで、引き続きねご覧いただければと思います。ありがとうございました。